そうそう。俺たち結婚したんだ。え、どういうこと？久しぶりに帰省した息子、ゆうすけはそう言う。すごく素敵な結婚式だったよね。というわけで、式代500万円払ってくださいね。貧乏で苦しいかもしれませんが、頑張って。結婚したことすら今知り、式にも出席していないのになぜ払わなければいけないのだろう。一度はそう思ったが、私はこう返事をした。わかりました。それじゃあその代わりに、私の出した条件を二人は喜んで受け入れた。何が待ち受けているかも知らずに。それじゃあ今日も頑張ろうな。うん、またお昼にね。同い年の旦那、恭平にそう言い、自分の部屋へ戻った。私の名前は鈴子。夫婦共働きで生活している。これまでは会社に出勤していたが、最近は自宅でリモートワークをしていた。恭平も同じように在宅で仕事をしていたので、共働きとはいえ、二人の時間はたくさんあった。私たちが出会ったのは大学の時。たまたま同じ講義で隣の席になったのがきっかけだ。恭平は温和な性格で、引っ込み思案な私は彼の隣が心地いいと感じていた。徐々に異性として意識するようになり、大学を卒業するタイミングで私から告白。めでたく付き合うことになった。特に大きな喧嘩もなく穏やかな日々が続いていく。そして交際を始めて4年後、私たちは結婚を決めた。義実家付き合いも全く問題なくこなしていた。義両親は恭平に似てとても優しい人だ。いつも私によくしてくれる。本当に毎日が楽しくて幸せだった。そして私たちの間に祐介という男の子が生まれた。時間が過ぎるのはとても早い。祐介はどんどん成長していき、あっという間に高校を卒業した。大学に進学するタイミングで一人暮らしを始めることに。しかし、ここから事態は一変する。毎月のように仕送りをしていたが、足りないのか、何度か電話をしてくるようになったのだ。もしもし母さん、今月の仕送りってこれだけ？少なすぎるよ。こんなんじゃ全く生活できないんだけど。明らかにイライラしながら、祐介は言う。私は困ったように返事をした。足りないって、13万もあれば十分でしょ？一体何に使ってるのよ。大学生に13万じゃ足りないだろ？毎日飲み会もあるし、家賃とか食費も払わなきゃいけないんだから、もっともらわないと。それくらい考えたらわかるだろ？飲み会を毎日？そんなことしてたらお金がなくなるに決まってるじゃない。それじゃあ母さんは、俺に友達がいなくなってもいいってこと？付き合いだから仕方ないだろ。そんなこと言ってないでしょ。付き合う友達はちゃんと考えないと、ユウスケもダメになっちゃうわよ。はあ、うるさいな。とにかく仕送りは何とかしてよ。ちょっとユウスケ、まだ話は終わって。そう言いかけた瞬間、ユウスケは電話を切った。思わず大きなため息が出てしまう。私たちが住んでいるのはかなり田舎だった。近くには畑があり、夜道は真っ暗になる。それに対し、ユウスケが進学した大学はかなりの都会だ。人通りも多く、おしゃれなお店もたくさんある。きっとそんな環境にいたから変わってしまったのだろう。かといって、ユウスケを見放してしまうわけにはいかない。このまま放置しているとダメな人間になってしまう。私は恭平とどうすればいいか、いつも話をしていた。しかし、解決策はいつまで経っても見つからなかった。そのうち祐介は帰省どころか連絡すらしなくなった。その頃になると、私も恭平も諦めかけていた。再度祐介が顔を見せに来たのは大学4年になる年だった。
事前に連絡はなく帰省してきたのだ。久しぶりに見る息子は少し大きくなったように感じる。たまたま恭平は出社日で家には私しかいなかった。おかえり、ゆうすけ。帰ってくるなら一言言ってくれればいいのに。別にいつ来てもいいだろ。俺の家なんだから。それでこいつは俺の彼女、大学の友達。はじめまして。あやって言います。よろでーす。あまりにも軽い口調で言うあやにびっくりしてしまう。今までゆうすけから浮いた話を聞いたことはない。その上、かなり派手な女性と付き合っているというのだから、驚きが大きかった。あやさん、こんにちは。よろしくお願いします。それで今日はどうしたの？だからさ、自分の家なのになんで許可が必要なんだよ。そこどいてよ。中に入りたいんだけど。あと今日は泊まっていくから。ちょっと待って。当たり前のように、ゆうすけの後ろをついていくあやを私は止めた。あやさんも泊まるつもりなの？え？そうに決まってるじゃないですか。何言ってるんですか、おばさん。やだなあ。ケラケラ笑いながら、あやはリビングへ向かう。こうして、地獄の一日が始まった。大学生とはいえ、二人はまだ子供だ。私たち親が世話をしなければならない。あ、おばさん、これ洗っといて。ちょっと汚しちゃってさ。他の洗濯物と一緒にしたら色が移っちゃうから別々に洗ってよ。間違えたら弁償してもらうからね。そう言って、あやから衣類を渡される。なぜこんなことまでしないといけないのか。しかし相手は息子の彼女だ。ここで親が口を挟んで二人の関係にひびが入るのは避けたい。ゆうすけの幸せを邪魔したくなかったので、仕方なく私はあやの言うことを聞くことにする。その時、恭平のために少しいい肉を用意していた。最近、仕事がかなり順調で、ボーナスが出たからだ。でもそれは二人分のみだった。今日食べないと肉が傷んでしまう。仕方なく、そのお肉は小さく切って、みんなで食べられるようにカレーに入れることにした。すると、あろうことか、それにあやが嫌味を言ってきたのだ。今日の夜ご飯はカレーなの？ゆうすけっていつもこんな貧乏くさいものを食べてるの？そんなわけないだろ。いつもはもっといいものを食べてるよ。母さん、頼むからカレーとかやめてくれ。あやは社長令嬢だから、こんな質素なものは食べないんだよ。び、貧乏って。小さい頃は美味しいって嬉しそうに食べてたじゃないの。ゆうすけ、それ本当？ドン引きしながらあやは言う。ゆうすけは慌ててそれを否定した。勝手なこと言うなよ。嘘ばっかりつきやがって。俺がカレーを好きだったことなんてねえよ。そうよね。びっくりしたわ。それでこそゆうすけよ。二人はいつもこのような感じで接しているのだろうか。そもそもカレーは貧乏人が食べるものというのは間違っている気がする。私の両親と違ってずっと引きこもってるからこんな食事になるんでしょうね。こんな貧乏なもの食べられないわ。ゆうすけ、外で食べに行きましょう。そうだな、そうするか。なんでもっとちゃんとしたものを用意しないんだよ。本当にダメな親だな。そう言い残し、二人は家を出て行った。私はその場で立ち尽くす。せっかく頑張って作った料理をけなされ、悲しくて仕方がない。それに引きこもっているのではなく、家で仕事をしているのだ。なぜここまで言われないといけないのだろうか。気がつけば、ポロポロと涙がこぼれ落ちていた。ただいま。今帰ったよ。ちょっと会議が長引いて遅くなって。鈴子、どうしたんだ？ちょうど帰ってきた恭平は慌てて私のもとへ駆け寄ってくる。なんとか平常心を保ちながら、私は先ほどまで会ったことを彼に伝えた。ゆうすけがそんな女性を連れてきたのか。信じられない。
恭平はかなり動揺しながら言った。そして複雑そうな表情をする。きっと私と同じ気持ちなのだろう。どんな行動をしようと、祐介は私たちの息子だ。幸せになってもらいたいし、親として協力したい。しかし、綾を心から受け入れられるだろうか。そんな相反する感情がぐるぐると渦巻いていた。祐介たちが帰ってきたのは、なんと深夜の2時だった。居酒屋に行っていたのか、かなり酔っ払っている様子。リモートワークということもあり、朝起きる時間は決まっていない。だから私たちは二人が帰ってくるまで起きていた。それでも深夜2時は遅すぎる。祐介、一体こんな時間まで何をしてたんだ。なんだよ父さん、帰ってきて早々説教かよ。うるさいな。俺たちは寝るからそこどいて。私たちを押しのけて祐介は寝室へ向かった。深夜にもかかわらず声を張り上げている二人。部屋から漏れ出る声は睡眠を妨げるのに十分な威力だ。明日も仕事がある。我慢できずに恭平と一緒に注意することに。おい祐介、静かにしろ。近所迷惑にもなるだろう。わざわざ部屋に来てまで言うことか。勝手に入ってくるなよ。出て行け。そう言うと祐介は近くにあったガラスの置物を思いっきり投げてきた。パリンと割れて床に落ちる。寸出のところで避けられたが、頭に当たっていたら大変なことになっていた。そんなことも気にせず、祐介はドアを閉めた。もう何を言っても埒が明かない。私も恭平も諦めに近い感情を抱いた。それから朝まで二人は大声で騒いでいた。この一件以来、祐介はことあるごとに家に帰ってくるようになった。もちろん、綾も一緒だ。大学4年になり、時間を持て余しているのだろう。帰省のたびに彼らの嫌味は続く。ご飯を作っても貧乏だと言われるので、食事は一切用意しなくなった。そして月日は流れ、祐介は大学近くの企業で就職することに。しかし、あまり稼ぎが良くないのか、私たちに金の無心をしに来た。どうやら綾は働いていないらしい。私たちの中ではまだ、祐介は息子だという認識があった。だから、できるだけ支援もしたつもりだ。ただ、そこに家族の会話は全くない。そんな冷め切った関係だったのだ。祐介が就職した年のお正月、一枚の年賀状が届いた。そこには、結婚しましたという文字と、幸せそうにする祐介と綾の写真が印刷されていた。突然のことに、私も恭平も言葉が出ない。その時、私のスマートフォンが鳴った。もしもし、年賀状届いた？届いたけど、これどういうことよ。綾さんと結婚したの？そうだよ。前々から話もしてたし。私は一切聞いてないわよ。両親への挨拶とかもなかったし、綾さんのご両親はどうなってるの？そんなの知らねえよ。綾が適当にしてくれたんだろ。そうだ。結婚式も盛大に開催したんだ。楽しかったよな、綾。祐介がそう言うと、綾が話し始めた。素敵な式だったわよね。一生忘れないわ。それで、お母さんには500万払ってもらいたいんだよね。結婚式代としてさ。綾にお母さんと言われて、少し気持ち悪さを感じる。何を言ってるの？私は結婚式どころか、結婚してることさえ今知ったのよ。もしかして払わないつもり？子供の結婚式に協力できない親とかありえないだろ。本当に祐介の言う通りだわ。お金だけじゃなくて性格まで貧乏とか終わってる。両親の援助があるのは当然だと思うよ。というわけで、式代500万請求するね。怒りに震えてスマートフォンを落としそうになる。鈴子、どうした？誰と電話してるんだ？
私の異様な様子に気づいたのか、恭平が話しかけてきた。そのおかげで少し冷静になることができた。一度深呼吸をして強い口調で言う。わかりました。それじゃあ500万振り込むから、もう私たちとは一切関わらないで。淡々と告げると、綾は嬉しそうな声を上げた。本当？ねえ、ゆうすけ、もうお母さんたちと話さなくてもいいって。電話越しに、マジか、と喜ぶゆうすけの声が聞こえた。ゆうすけから聞いたかもしれないけど、私の母親が社長なんだよね。だから貧乏な家族と縁が切れて、せいせいするわ。それじゃあな、もう絶対に連絡してくるなよ。最後にゆうすけが言い、電話を切った。不安そうにする恭平に今までのことを伝える。まあ、ゆうすけもいい年だしな。好きにさせてやろう。少しだけ寂しそうな表情をしていた。でも中には安堵も混じっていただろう。それは私も同じだった。縁を切ると伝えた時に心がすっと軽くなったのだ。これでよかったのかもしれない。こうして私たちはまた仕事に精を出す生活へ戻っていった。その成果が認められて臨時収入を得ることができた。気分転換という意味も込めて高級タワマンに引っ越しすることに。仕事の環境もかなり良くなって満足していた。しかし、そこで一本の電話が鳴る。相手は非通知だった。恐る恐る出ると聞き覚えのある声がした。俺がかけてるんだから早く出ろよ。今すぐ金がいるんだ。なんとかしてくれよ。親だろ。電話の相手はゆうすけだった。関わらないでって言ったのはあなたたちよね。どうしてまた連絡してきたの？それになんで非通知なのよ。携帯代が払えなくて解約させられちゃったんだよ。だから今、公衆電話から連絡してる。あれから綾とアパートを借りて住んでたんだけど、家賃も払えなくなりそうなんだ。なんで？ゆうすけは仕事をしてるじゃない。そうだけど、中小企業だったからすぐに辞めたんだ。ちまちま稼ぐよりも大手企業で働いた方が得だろ。俺は母さんたちの二の舞になりたくないんだよ。二の舞というのは、おそらく出社せずにリモートワークをしていることを指しているのだろう。だから貧乏だと言いたいのだ。でも、全然内定をもらえなくて、もうお金がないんだよ。私だって仕事を探したわ。でもどうしてか、どこも雇ってくれないの。隣にいるのか、綾の声が聞こえた。内定をもらえないのは当たり前だろう。そう、私は心の中で思ってしまう。人のことを貧乏だとバカにして、リモートワークさえも知らないような人は、どの会社も欲しくない。お母さんもきついと思うけど、ゆうすけは息子なんだからちょっとくらい助けなさいよ。貧乏でも子供が最優先でしょ。そう思うなら、綾さんのご両親に頼めばいいじゃないの。確か社長なのよね。私よりも支援してくれると思うわ。それがちょっと前から連絡がつかないんだよ。そうだよな、綾。うん。綾は少しぐぐもった声で言った。だから頼れるのは母さんだけなんだよ。なんとかしてくれよ。それは絶対にできない。結婚式代の500万を渡したのは縁を切るって条件だったでしょ。あれから3ヶ月しか経ってないわよ。そうやって言い訳して自分が貧乏なのを隠すつもり？本当に意地汚いわね。貸してって言ってるんだから貸しなさいよ。いつもそうやって貧乏って言うけど、何か根拠はあるの？そりゃ家に引きこもってるんだから貧乏に決まってるでしょ。私たちが今どこに住んでるか知ってる？高級タワーマンションだよ。え？実は私と恭平はエンジニアとして働いていた。実績もかなりあり、いろんな企業から依頼が来て常に忙しくしている。そのため年収1000万は余裕で超えていると思う。貧乏とは全く縁のない生活をしていたのだ。そんなの嘘よ。信じられるわけないじゃない。というか、なんでユうスケはそれを知らないのよ。
親の仕事なんて興味ないから聞いたことすらねえよ。電話越しに、ゆうすけとあやの言い合う声が聞こえる。もうどうでもいいわ、そんなことは。早くお金を払いなさいよ。あやがそう叫んだとき、インターホンが鳴った。今日はなんだか慌ただしいな。まだあやはキーキーとわめいているので、一旦スマホを耳から離して玄関へ向かう。そこには高級タワマンのオーナー、ミヨが立っていた。鈴子さん、こんにちは。いきなりごめんなさいね。ここの暮らしには慣れたかしら。知り合いからお土産にお茶菓子をもらったのよ。よかったら鈴子さんたちも食べてちょうだい。ありがとうございます。ミヨからお茶菓子を受け取ろうとすると、スマホの先でアヤが叫んだ。無視するんじゃないわよ。早くお金を振り込んで。その声、もしかしてアヤ？なぜかミヨが反応する。すみません。少しスマホを貸してもらえるかしら。私は言われるがままにスマホを渡す。もしかして、あなたの結婚相手の親御さんって鈴子さんなの？そこにいるのはお母さん？なんでここに？どういうこと？何が起きているのか全くわからない。状況を説明してくれたのはミオだった。うちの娘、アヤは私たち親に何の相談もなしに結婚したの。その相手が鈴子さんの息子さんってことになるわ。アヤは自分の母親は社長であると言っていた。それがミヤのことだったのだ。さらに彼女はユウスケと同じように親に内緒で結婚をしたらしい。あれ？もしかしてアヤのお母さん？よかったな。連絡が取れないって言ってたじゃん。これで金を貸してもらえるな。連絡が取れないんじゃなくて、立っていたの間違いよ。え？どういうこと？ユウスケも状況を理解できていないらしい。私たちに内緒で結婚した上に働かずにぐうたらして、しかも社長令嬢だからといろんな人を見下す発言をしていたそうね。そんな人、私たちの娘にふさわしくないと縁を切ったのよ。私とユウスケの関係と似ていてびっくりしてしまう。ごめんなさいって謝ったじゃない。なんで許してくれないのよ。もう遅いわ。謝っても許さないわよ。二度と連絡してこないでちょうだい。すかさず私も言った。ユウスケも同じよ。もう私はあなたの親じゃない。恭平だってそう。今後連絡してきたらただじゃおかないからね。そう言い放って私は電話を切った。これ以降、ユウスケたちと会うことはなかった。何度か高級タワマンに押しかけてきたことはあったが、すぐに追い返されていた。というのも、警備員が24時間見張ってくれていたからだ。それでもしつこく訪れていたようだが、警察に連れて行かれてから観念したようだった。ユウスケもアヤも働くことに慣れていない。今まで私やミオに頼りっぱなしだったからだ。でも、こうなってしまっては、生きるために働かざるを得ない。結局、家賃を払えなくなった彼らは、ボロボロのアパートへ引っ越すことに。仕事もなかなか決まらず、毎日もやしを食べていると聞いた。今までしてきたことを考えたら妥当だろう。今後関わることは一切ないと思うが、しっかりと反省してほしい。一方、私たちはさらに仕事の幅を広げることができた。今回の件もあって、ミオといろんな話をするようになる。その中で、ぜひ私たちのプログラムを経営に使いたいという話が出たのだ。高級タワマンでの依頼は初めてだったので、とても新鮮で楽しい。近々、また別の場所にマンションを建てるとミオから聞いた。私たちもそれに携わることができるらしい。今からとてもワクワクしている。